本場所まで2週間ぐらいしかない。そこで仕上げ。もしよかったらちゃんとの画像の投げを撮ってください。おお。こんにちは。そうです。どうぞ中入って大丈夫です。で、そこで前田ご紹介して YouTube のはい。何チャンネルです。はい。いつも大体まあ日によって変わるんですけど、大体最低量です。俺も食べるだけになっちゃうからね、最近ね。稽古じゃないから、もう稽古してから食べてないからね。体動かしてないから。お願いします。ありがとうございます。もう好きな分量でいきましょう。なんかワクワクするね。で、こっち側はなるべくつなぐようにして。それじゃあ、いただきます。でもそう。どんどんついでいって食べちゃうよ。はい。こうやって持ってね。おいしい。こうやって持たないと。はい。現役時代とかこう量を食べなさいって言われるんですよ。僕もともと細かったんで、だから体作るのにまずご飯を食べるっていうのが最初ですね、段階としては。だからもちろん栄養とかバランスとかもね大事になってくるんですけど、それ以前にまず量を食べれるようになるっていうことが最初ですね。一番こう取っていた栄養素っていうのは何なんですか。もうでもやっぱりどうしても肉が多くなりますね。まあ、タンパク質がやっぱ多くなりますね。いやそれは意識してというよりも、まあ、自分が好きなものがやっぱり肉っていうのもあるんですよ。他の部屋は多分こういう方式ないんですけど、はい、自分らはなんかこう3日ぐらい前にこのビュッフェスタイルにしたんですよ。でやっぱこう食って大事だから、はい、体を作るために大事だから、ちょっとこのスタイルにしようと思ったらこっちの方がなんか知らずにみんなたくさん食べてるなっていう感覚で、で以前までは1テーブル6人ぐらい座る、5人ぐらい座るんですけど、はい、おかずをどんどんどんと置いてそこから食べろだったんですけど、それだとなかなか残ったりとか、なんで食べないのかなって。やっぱビュッフェスタイルワンプレートに自分の好きな分だけ取ってしっかりご飯食べてっていうところで、はい、うちの方がみんな食欲ありますね。そうなんだね。なるべく一緒にみんなで外食して、で食べる量っていうかな、そういうのが分かるので。そう書いてやっぱこう食ってもらってなんか結構食べてもらっておもてなしするからしっかり食べてくださいね。俺だから佐渡渡部家でねまだいた時にいやもう空にしちゃいけないってそうだから俺マジ大丈夫です言ってくれてそうもう空になった瞬間にやっぱみんな気遣ってっていうかやっぱおかわりいかがですかっていうのが大事なことなので。
ごいね。じゃあそのカンペさ、誠一さんに渡して、中で、おい、翔吾、そのあれちょうだい、椅子こっちも置いて。すごいよ、超すごい。まずは渡して。ありがたいっすわ。俺は最高ですか。最高でしょ。だってね、お二方は今日稽古さバンバンやってさ、あ疲れたってよ。一番お風呂と寝る時に多分ホッとする時間なはずなんですよ。2011年にホークスに移籍したんですよね。で2011年に移籍したクライマックスとか日本シリーズとかも見に来てたよね。そうで上で見られてるなってのは知ってて、で当時松田とか本田っていうこうチームメイトがいて、でそいつらもともとキュッちゃんと仲が良かったというか、関係があって、で俺も一緒にご挨拶させてもらったのね。だから当時その佐渡ヶ嶽部屋の行司さんの取材をうちの妻がしたことがあった。そうでそっちでもつながってて、でこっちでつながっててみたいな。でそれで九州場所の時とかに食事するようになって、だからこれ勝負師あるあるだと思うんだけど、例えば親方だったけど、まあ俺キクちゃんって呼んだからキクちゃんって言うけど、キクちゃんが例えば試合見に来てくれました、俺例えば打てませんでした、でも応援してくれたことすごいありがたいわけですよ。で俺もキクちゃんの応援行くわけじゃないですか。でキクちゃんが勝った負けたあるでしょ、もちろん。でキクちゃんが例えば負けちゃった時に俺のせいかもってやっぱ思うのよ。これ勝負師あるあるだと思うの。ああなんか俺が来ちゃったからかなとかっていうのはやっぱあるんだよね。だからもちろん場所中も食事行かせてもらったりとかもあったし、場所が前とかも巡業の時もあるんだけど、場所中よりも場所以外の時の方がやっぱなんかこうちょっとこう気が楽だったよね。そうだからすごいこうなんていうんだろう、お互いに連絡取って日にちを決めましょうっていうよりも、そのうちの妻と行司さんとまあキクちゃんの奥さんとそこで日程決めてもらって、じゃあこの日にしようかって最後決まる感じ。そうですね。そうだから周りは「いや2人で話してよ」っていう感じらしい。で周りが気遣ってくれてるんですよね。お互いプレイヤーだったからですね。そうっていうのあったね。これをもらったんですよ、誠一さんに。2017年4月7日。この子の生まれた時で。そう生まれた日の。そうのボールで。ウィニングボールなんですよそれ。ね、いただいてね、嬉しかったね。嬉しかった、覚えてないね。で、この日の前も誠一さんに自分多分見に行ったんですよね。そうそうライオンズ戦ね。で見に行ったかなんかだったんですよね。なんか連絡取ったかな。連絡取りましたよね。それかヒロトが1歳かなんかの時かもしれないね。での時で誠一さんに明日行きますかなんか言ったら明日打ってくるねっつってホームラン2本ぐらい打ったんですよ。ほんまにすごい。明日ヒロトのために打ってくるねっつってね、ヒロト。覚えてないね。ヒロト多分1歳か2歳だねこの時ね。そうでこのボールはこれウイニングボールなんで勝った瞬間のボールなんですよ。これ試合が終わった時に使ってたボールで和田剛さんが勝ち投手だったんですよね。で大体まあなんかこう初めての記念じゃない場合っていうのは先発投手のところにウイニングボールで行くんですよ。の時に「いやそういえばさ今日生まれたって言ってたよね」みたいな話になって「これじゃあプレゼントしてあげて」って俺にくれたんですよ。もう結果が出ない時って心やっぱ苦しいじゃないですか。その時誠一さんがホームラン打ちます。ホームラン打ちます。もう私も土俵上の時やるじゃん。それをやってくれて自分は本当もう涙ボロボロだもん。いや本当なんかねそういうつながりっていうかな。懐かしい。自分は
土俵に上がるとき緊張してしまうんですけど、野球はマウンドに上がるときはどういういや緊張するよそりゃ。気持ちで？緊張するよ、すごい緊張する。でその緊張をどうするかだけだと思ってて、でまあ心のエネルギーって決まってるでしょ。みんなの中の多分エネルギーって決まってると思うんだ。で例えばそれが10あるとしたらさ、大体まあ緊張してる時に言うのは大丈夫、いつも通りやればできるからとか、今までやってきたこと信じてみたいな。まあもちろん俺は科学者ではないし専門家ではないので、まあそれももちろん大事なことなのかなと思うんだけど、俺は10あるエネルギーがその緊張してるものを抑えるのに3使ったらもう7しかなくなるじゃんと思ってるの。だからその7で勝負するよりも持ってるもの全部使った方がいいんだ絶対。だから俺はもう緊張したままやっちゃえと思ってた。でも緊張するのって当たり前っていう、でこれ僕平常心っていう言葉ってね使うんだよね。平常心ってじゃあ平常心って何ってなるわけよ。平常心って何、いつのことを平常心っていう？自分が思ってたのはリラックス、落ち着いてという自分のイメージ。そうだよね、そうでしょ。大体多分平常心っていうとなんかこうみんなでこう和気あいあいとしてる時とか、なんかこう自分がすごいこう楽な時の感覚なんだと思うんだよね。平常心でやりましょうっていう。でもさ、自分の生活もかかってる勝負しなきゃいけない時にそんな状況になれるわけないじゃんっていう俺は思ってる。だそうでしょ、今日勝つか負けるかで、例えば今から幕内に上がりますとか、勝ったら幕内、負けたら幕下で、いつも「ああ楽しいね」ってってやってるまんま上がりなさいって言われて上がれないでしょ。絶対勝ったろうと。だからその平常心っていうのをどこのことを言うのかっていうことを多分まず決めた方がいいよ。で多分その緊張するっていうのは相撲の中ではそれが多分平常心なんだよ。絶対その土俵に上がって今から相撲を取りますっていうところが俺は平常心だと思うから、だからその緊張する感覚とか不安になる感覚とかっていうことはやっぱり自分自身がそれは認めなきゃいけない。あ、俺緊張するんだ。でその中で自分が何かできるのかっていうところがやっぱ大事になってくるから、稽古は本場所のごとく、本場所は稽古のごとくって、まあよくこう俺もよく練習を試合のようにやって試合を練習のようにやりなさいみたいなっていうのは、そもそもやっぱりその平常心っていう部分がその土俵に上がった状態が、平常心だと例えるならば、やっぱりそこに自分の気持ちも稽古をやる状態もその緊張した状態で入っていかないといけないんじゃないかなと思ってる。だから緊張しないとダメでしょ。あと自分が言うのが、相手も同じ状況だよって、自分が緊張してたら相手も緊張してるから、だからそこで、相手も緊張してるんだからそんな気にすんなっつって、そんな感じですよね。そう、いいの緊張していいんだよ全然。緊張する俺、やべ俺緊張しいだからなとかさ、なんで俺こんなとこでこんなもんなんだよなみたいなのもいいの全然。相手も平然に見えてどんだけドキドキしてるかですよね。いいのそれが自分なんだから、そうだからそれを無理に抑え込もうとすることの方が俺は違うと思ってて、だってその、WBC とかでいうとさ、前回の大谷とトラウトが最後ね勝負して最後終わったんだけど、あんなものすごい変化球投げる、あんなものすごいストレート投げるっていうのは、じゃあ誰も見てない公園でやったからってあのパフォーマンス出ないから。やっぱあれは世界一を決めるっていう試合だから、あれだけファンの人がいるとか、あれだけ究極の場面だからみんな出るわけでしょ。多分オリンピックとかでもそうだし、その大会だからこそなんでこんなすごい記録出んのっていう人たちはやっぱその緊張とかも含めた上でそれを多分パワーに変えてるんだと思う。だからもう緊張して、ああよかった今日も緊張してるわって、よし俺やれるよと思った方が絶対いいと思う。逆に緊張してない方がなんで今日緊張しないんだろうって多分思いになる。そうだからその土俵上で始まる前に緊張した状態をやっぱりここでも作れるようになるともっと多分内容って変わってくるんじゃないかな。俺はどっちかっていうとその本場所よりもオープン戦とか嫌だったね。
めちゃ怖かった。大風とか嫌だなって思いながらやってた。けどなんか手前の準備はしてるかもしれないですよね、もう戦うの時間が分かってるから、あとスイッチの入れ方をどうするかとかはもうその人のやり方ですね。そういう感じだよね。だからその、相撲における平常心っていうのはその土俵に上がった時の緊張感っていうのはこれ平常ですよっていうのもやっぱり基準にして物事を考えていくとやっぱそれだけ緊張してても自分が何かをやる時に勝手に体が動きますみたいな状態をやっぱ作れる方向に考えていった方が自分がどんどん良くなっていくんじゃないかなって気がする。その仕切るときに、本場所とかで仕切るときにどうしても肩に力が入ったりとかして、0から100脱力した状態から、その当たるっていうのが自分は難しくて、そのリラックスっていうか力を抜くということがどうしてもできないので、なんか方法というかどう考えてる。なんとなくなんですけど、姿勢が若干そんな巻き型になって巻き型になるから股関節とか詰まってくるんですよね。これが開いておけば股関節とかもぐっと下に降りるんですけど、っていう体の一部一部がどうしてもこう固めながら出力を出すっていう感じだから、やっぱ人間って力抜く方が難しいもんね。入れるのは簡単だけどやっぱ力抜く方が難しいから、だから例えば仕切る前とかに一回も全部力入れてみてやる。もうこう例えば抜かなきゃいけないって入っていくんじゃなくて、もう仕切る前にって入ったらもしかしたら抜けた感じが自分で出るかも。けどそれってちなみにありますよね、その方法の、脱力の仕方方法みたいなやつね、ありますよね。先に入れちゃう、入れてみて抜いた時の自分の感覚ははって多分ならなかったから、それで当たっていったらいいじゃない。抜こう抜かなきゃ力入ってるかなと思いながらやると多分その相手と勝負できなくなるから、もう仕切りに行く時はそういうところさえも終わらせて多分いかなきゃいけないと思う。相手とぶつからなきゃいけないから、相手しか見れないっていう状況を作らないといけないから、だからもうそこで自分の感覚を探してる時点でちょっと遅れてる。そうだからもうその仕切る前にって力入れてみて、でポンって入った方が抜けるかもね。どう自分が実際こう相撲の世界に入ってみた時に、入るまでのイメージって何となくあるじゃん。こういうもんだろうなみたいな、なんかギャップみたいなのあった？あんまり？自分はもうその関取とかなんかかっこいいなんか、そういうイメージがあったので、こういう下積みとかそういうのはあんまり知らなかったんで入って大変だなと。そうなんだ。みんなそんな感じ？これやっぱ下積み大変だわみたいな。でもなんか下積みって俺もレギュラー取るまで7年かかってる、7年間レギュラー取れなくて8年目に初めて首位打者を取ったんだけど、8年目に初めて規定打席っていう、1年間やりましたよっていう打席数認められるものをが初めての年に首位打者取ったのね。だから結果を出したいけど出ないっていう気持ちもすごいわかるし、言われてることを俺何言われてんだろうなって何を注意されてんだろうなってわからないっていうのもあったし、でも何かをきっかけにポンって変われるっていうのも知ってるから、だからなんかこう下積みっていう大変やな俺って思ってることがやっぱあるっていうのは逆にすごいことだと思って、だからこういうのがあったから上に上がった時にもうあそこには行かないっていう気持ちにもなるし、なんかいいね、みんな羨ましい。本当にもうできるうちにやっぱ現役時代ね、これだけずっとやってきてもうこれ以上できないわって思ってやり終わったと思ってたけど、やっぱなんかあの時もうちょっとこうできたなって、あの時ねああやってやってくればよかったなっていう後悔ってやっぱ残ってるから、その時にもうこれ以上できないと思ってやってきてでもなんかあるっていうのは自分で分かるからね。なんか
か今のうちにもうこれ以上やることないわって思うまでやってみてほしいなと。多分それでも後でなんかもうちょっとできたかなとかっていうのも多分出てくると思う。楽しみにしてます。楽しみにしてます。本当に楽しみにしてます。いえいえ、ありがとうございました。選手としての印象とか。はい。いやもうこれからね上がっていこうとしてる彼らの、基礎的な部分っていうね、を見させてもらって経験させてもらって、やっぱり引退して、約2年自分の体に刺激が入るってあんまりなかったんですけど、ちょっと楽しかったですね。こう今のこの筋肉痛になるだろうなって感じとか、彼らがこうはぁはぁ言いながらね、稽古に励んでる姿を見させてもらってすごいなんか楽しかったですね。ちゃんこはどうでしたか？美味しかった。だから本当になんかフルでこう自分の体を使い切って疲れたって思って食べたいなと思います。もう今はね親方も言ってましたけど、食べるのも稽古だっておっしゃってたじゃないですか。でも僕の場合は食べることのみ稽古みたいな感じそう稽古っていうか体を動かした稽古してないんで、今日はちょっとでしたけどね、体を動かさせてもらって、ちゃんこ食べさせてもらってすごい美味しかったですね。力士にとってもいい経験になったと思うので、はい、今回来てもらう価値があったんですけど、もし何か機会あれば野球の現場に野球やりたいですよね今度はね。だからもちろんね相撲の中で強くなっていってもらうっていうことは大前提だと思うんですけど、そのちょっとしたね気分転換にもねなればいいなと思うので、今度はちょっと野球何か企画してもらってね、みんなのこうリフレッシュの時間として活用してもらえるといいなってちょっと思ってますけどね。なんか考えましょうね。みんなでバッティングセンターとか行っても楽しいかもね。そうですね、バッティングセンターとかもね、バッティングセンター面白いかも。ちょっとなんか考えましょう。はい。また今後とも引き続きいやいやこちらこそ。よろしくお願いします。もう本当に自分がね個人的に応援してもらう、応援させてもらうね、力士の方々とこう知り合わせてもらうっていうのはこんな嬉しいことないんで、もう来場所がもう待ちきれないですね。ワクワクしてます。はい。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こそっとお願いします。頑張ります。はい、チーズ。これもじゃないの携帯。はいよ、はい、チーズ。ありがとうございます。ちょっと撮ったらスタイルよく見える。オッケー。オッケー。はい。いいえ。はいよ。はい。